サワディーカー、Eの太一です。本日は1ヶ月で頭打ち、その練習スピード練習じゃありません。インターバルで速くならない理由、スピード無酸素期間についてお話ししていきたいと思います。よく、スピードが出ないのでインターバルを頑張ってスピード練習を頑張ってますっていうお声をいただくんですが、400のインターバルだったり1000メートルのインターバルは実はスピード練習ではないんですね。ここを勘違いしてしまうと、きつい練習をしているのに思ったようなスピードが出ません。そういうような状況に陥ってしまいます。では、どうやってスピードを出せばいいんだいいのというようなところで、速くなるための練習を分解してください。速く走るための練習を大きく分けると4つあります。1つ目はスピード練習。2つ目は無酸素インターバル。3つ目が LT 走。4つ目がレペティションになります。この4つを同じように考えてしまうと練習の目的がずれてしまい、頑張ってるのに伸びない、そういうような練習になってしまいます。逆にそれぞれの練習の目的や取り組み方を知っていることでスピードが出やすい体を作っていくことができます。なので本日はその各練習の目的や違い、その具体的な練習をお伝えさせていただきます。タイチャンネル。まず、スピード練習とは、100メートル以下の短い練習で、速く動く能力を高める練習のことです。例えば、30メートル、50メートル、80メートル。時間で言えば、だいたい10秒前後の練習になります。目的としましては、苦しむことではありません。足を早く切り替えたり、接地を短くしたり、力まず早く動く能力を身につけたり、神経系に刺激を入れたり、これがですね、スピード練習になります。つまり、スピード練習は、ゼーハー追い込む練習ではないんです。早く走る練習をするトレーニングが、スピード練習です。タイチャンネル。二つ目の無酸素インターバルとは、多くの方がスピード練習と思っているのがこの無酸素インターバルです。例えば、400メートルだったり1000メートルのインターバルです。無酸素インターバルとは、速い動きを作る練習ではなく、きつい領域で粘る練習になります。不完全休息でインターバルを繰り返す練習になります。目的は苦しくなってから我慢する。LT を超えた領域でペースを保つ。体がきつくなっても動きを崩さない。レース後半で粘れる体を作る。これらを目的とした練習を行います。つまり無酸素インターバルとは、スピードを作る練習ではなく、速いペースに耐える練習になります。ここを間違えてしまうと、インターバルやってるのにスピード出ないんですよ。という状況になってしまうので、この違いを理解した上でトレーニングに取り組むようにしましょう。タイチャンネル。3つ目の LT とは簡単に言うと、きつさが一気に変わる境目のことです。もう少し踏み込んで言うと、体の中でエネルギーを作るときに疲労物質が溜まりやすくなるポイントがあります。その境目を超えると、呼吸が一気に苦しくなったり、足が重くなったり、同じペースを保つのが急に難しくなったりします。この境目が上がることによって、今まできつくなったペースが前より楽に走れるようになります。以前はキロ3分40で走るとかなりきつかった人が LT 値が上がることによって同じ3分40でも楽に走れるようになります。これが LT が上がってる状態になります。目的としては走りながら乳酸を処理できる体を作ることです。LT 層は出た乳酸をエネルギーとして使ったり、処理したりしながら走れるようになることです。なので、LT 層はきつさが一気に上がらないギリギリのラインで体の処理能力を高める練習になります。タイチャンネル。4つ目のレペティションとは完全休息に近い形で一本一本高い質で走る練習です。インターバルとの違いは休息の時間です。インターバルは完全には回復しない状態で次に入る練習です。レペティションはしっかり回復して高い出力を出す練習になります。目的は長い距離での速い動きの再現性、ペース感覚、高い出力を出す、レースペース以上の動きの質を高める。このような目的を持って取り組んでいきます。タイチャンネル。では4つを整理していきます。スピード練習は100メートル前後で速い動きを作る練習になります。無酸素インターバルはきつい領域で粘る練習になります。LT 層はきつくなる境目を上げる練習です。レペティションはしっかり休んで高い質を出す練習となっております。この違いを理解するだけで練習の組み立て方がかなり変わりますので、練習の目的がずれてしまい、頑張ってるのに伸びない。そのような練習にならないように気をつけながら取り組んでいきましょう。タイチャンネル。無酸素インターバル、いつ入れるべきなのか。こっからは無酸素インターバルの使い方です。無酸素インターバルは年間を通してずっとやり続ける練習ではありません。理想の順番は
まず、有酸素、切る、基礎作り。ここで土台をしっかり作ります。その上に、スピード刺激や無酸素インターバルを乗せていく流れになります。土台がないまま、いきなりきついインターバルをやってしまうと、その場では頑張れます。で、そして自己肯定感を満たす練習ができます。しかしですね、せっかくきつい思いをして取り組んだ練習が、ここがないことには身につきづらいです。なぜなら、その刺激を受け止められる吸収力が体にまだないからですね。インターバルは土台の代わりにはなりません。土台の上に乗せる能力になりますので、土台を作った後にしっかり取り組むようにしましょう。タイチャンネル。では、実際どう取り組むのか。期間は2週間から4週間の間です。長くても1ヶ月前後と考えてください。ここで大事なのは、スピード系、無酸素系能力は伸び始めるのも早いですが、頭打ちになるのもすごく早いです。有酸素能力のように何ヶ月もかけてじわじわ積み上げる能力とは少し違い、スピードや無酸素能力は神経系の反応、筋出力、速い動きへの適応、きつい中で動きを維持する力に関わります。なので、最初の数週間は変化が出やすいです。なので、あれ前より早く動けるようになってるとか、インターバルの後半で粘れるようになってきた。数をこなすごとに楽になっていく。という反応が出やすいです。ただし、その分頭打ちもすごく早いので、同じような刺激を長く続けても、さらにそこから伸び続けるというよりは、疲労が溜まり、フォームが崩れ、動きが悪くなってきます。なので、この期間は長く引っ張りすぎないことも大切です。スピード無酸素の練習は短期間で狙った刺激を入れて動きやすい体を作る練習期間になります。頻度は週1回から2回になり、2日連続では行わないようにしてください。そして、48時間以上は空けるようにしましょう。スピード練習や無酸素練習を立て続けにやってしまうと、心肺機能だけではなく、筋肉、腱、神経系にも強い負荷がかかるからです。特に速い動きを入れる練習は疲労が残った状態で行ってしまうと目的が変わってきてしまいます。本来は速く走るための練習なのに疲れた状態で無理にこなしてしまうとただフォームを崩して我慢する練習になってしまいます。ここで大事なのは練習を増やすことではなく目的に沿った刺激を保って練習に取り組むことです。メニューを作るとき、まず今日は何の能力を狙うのか。ここが曖昧なまま400を10本、1000を5本と決めても頑張ってるのに伸びない。そういう風な練習になってしまいます。同じ400メートルでも目的によって全く別の練習になります。リカバリーを長くとって一本一本早く走ればレペティションの練習になります。リカバリーを短くして疾走区間に移れば無酸素インターバルやLT の練習になります。つまり、距離でメニューを決めるのではなく、目的、ペース、リカバリーでメニューを決めることが大切です。そして、インターバルの要素として、量、速さ、休息時間を組み替えて練習に取り組んでいきましょう。メニュー例を載せておくので、ぜひ参考にしてみてください。タイチャンネル。ここでですね、練習に取り組む際に気をつけてほしいこと。体の反応を見ることです。目的に沿ったタイムや設定は大事ですが、最後に判断するのは、体の反応です。例えば、フォームが崩れる、接地が潰れてしまう、肩や首に力みが出てしまう、呼吸が戻らない、タイムが急に落ちる。こういうサインが出たら無理に続けなくて大丈夫です。無酸素インターバルは苦しさを競う練習ではありません。大事なのは全部やりきることではなく、次につながる状態で終えることも大切です。合言葉は、やりすぎるより一本少なく、この言葉を念頭に取り組んでみてください。タイチャンネル。習慣の組み方。この時期は有酸素を引き続き行います。有酸素があるから回復ができ、維持ができ、後半に崩れにくくなります。ポイントは5つです。無酸素インターバルと LT を近づけすぎないようにしてください。インターバル同士は48時間以上空けるようにしてください。ジョグは回復として使うようにしてください。スピード練習は100メートル以下で短く入れるようにしてください。早い日を詰め込みすぎないようにしてください。速い練習だけで強くなるわけではありません。刺激を受けて回復して、これで強くなっていきます。ここまで含めてトレーニングなので、しっかり回復もトレーニングだと思って取り組んでみてください。タイチャンネル。まとめです。インターバルで速くならない理由は根性が足りないわけではありません。多くの場合は
練習の目的を間違えていることが多いからです。今日一番覚えておいてほしいことは、無酸素インターバルはスピード練習ではありませんということです。スピード練習は100メートル以下で速い動きの質を高める練習になります。無酸素インターバルは LT 以上のきつい領域で粘る体を作る練習になります。つまり、インターバルの目的は速く動くことではなく、速いペースに耐えられる体を作ることです。そのために大事なのは、2週間から4週間で集中して行うこと。48時間以上空けましょう。量と強度のバランスをしっかり取りましょう。体の反応を見ましょう。やりすぎる前に終えましょう。スピード練習は100メートルで質高く入れましょう。ということになります。この時期に強くなり積み重ねていける人は、きつい練習をした人ではありません。目的通りの練習をした人になります。苦しめば速くなるわけではありません。目的に沿った刺激を必要に期間に入れるようにしていきましょう。皆さん、今、インターバルは何のためにやってますか？ 400 メートルや1000メートルをスピード練習と思ってやってませんか？本数をこなすことが目的になっていませんか？ぜひコメント欄で今やってるインターバルのメニューだったり悩んでることを教えてください。その悩みや疑問にお答えしていきたいと思います。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。次はコーディネーション期間について深掘りしていきたいと思います。ここの期間で試合で走れる状態に作り上げていく超重要期間になりますので、皆さんしっかりチェックしてみてください。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。